2、幽霊の手。愛子は最近、咳がひどく、夫の邪魔をしないように寝ている。二人は、同じベッドで寝ているが、頭の場所が反対だ。愛子は、自分の頭を良太の足の横に置いて寝ている。この夜、寝る前に彼女は、寝る場所を変えるように夫に頼んだ。理由は、夫が、ライトの近くで寝ていたので、夜、眠れない時に、ライトをつけることができるようにしたいから、場所を変えたい、ということだった。この日の夜、愛子は1時間の間に、4回も5回も、ライトをつけたり消したりしていたら、夫も何回も起きてしまった。ついに夫が怒ってしまったので、彼女はもうライトをつけないようにした。愛子は眠れなかった。眠るのが怖かった。彼女は幽霊の手のことを考え、嫌な気持ちになっていた。さらに30分経っても、1時間経っても愛子は眠れなかった。眠れないので、ベッドから降りて、夫の眠るための薬を探して、2つ飲んだ。その薬は、とても強かったので、愛子が眠るのに時間はかからなかった。どのくらい眠ったかわからないが、暗い中、彼女は何かを感じて、目が覚めた。彼女の首に、そっと触れる手があった。彼女は、半分眠っていて、夫が横で寝ていないことを忘れていた。最初、彼女は、夫が触っていると思った。しかし、体に力が入らず、動くことができない。しばらくして、怖いことが起きた。もう一回、首に手が触れるのを感じた。しかし、この手は、最初の手とは違っていた。二回目の手は、とても冷たかった。その冷たい手が、愛子の首に触れたとき、愛子は、わあ、幽霊の手だ。と、思った。彼女は怖くなり、目が覚めた。今日見たホラー映画と、弁護士を殺した幽霊の手のことを思い出した。彼女は、とても怖くなり、緊張した。そして、声を出そうとしたが、できなかった。彼女は、どのくらい時間が経ったかわからなかった。時間が、とてもゆっくり過ぎていくのを感じていた。そして、ついに気を失ってしまった。次の日の朝、良太が起きると、妻の顔が火のように赤くなっていることに気がついた。そして、彼女は、ずっと何かを言っている。彼が彼女の頭を触ると、とても熱かった。良太は起きて、大きな声で、愛子に起きるように言った。目が覚めた愛子は何かを怖がっていて、泣きながら、昨夜のことを良太に話した。1時間後、医者が来た。愛子を見た医者は、この女性が病気になったのは、とても驚くことがあったからです。今は静かに休んで、これ以上、怖がらないようにする必要があります。彼女のような、怖がりな性格の人は、ホラー映画を見たり、怪談を聞いたりしてはいけません。と、言った。医者が愛子を見ている間、一つ不思議なことが起きた。その医者は、愛子のベッドから変な匂いがすることに気がついた。その医者は、愛子のベッドの横に小さな布が落ちているのを見つけ、その変な匂いは、その布からしていると気がついた。そして、それは昏睡薬の匂いだった。しかし、医者は探偵ではないので、愛子を見ただけで帰ってしまった。その時、呼んでもいない春男が良太の家に来た。良太は春男に、昨夜のことを話した。良太は、どうして、ここに昏睡薬があるのだろう。と、不思議に思った。そして、春男を見て、君は、頭がいいんだから、何が起きたかわかるだろう。と、言った。ははは。こんな不思議なこと、僕にもわからないよ。名探偵のシャーロック・ホームズに頼まないと無理だ。と、春男は笑った。しかし、
日本にシャーロック・ホームズはいない。日本にシャーロック・ホームズはいないが、名探偵の明智小五郎はいる。春尾は良太に、名探偵の明智小五郎の事務所に電話をかけるように言った。良太は自分で電話をかけたくなかった。そこで春尾は探偵事務所の電話番号を調べて電話をかけた。春尾は探偵は忙しいので頼んでも来てくれないと思っていた。しかし電話に出た人はすぐに行くので待っていてください。と言った。